最近眠れなくなってきました。ドキドキして売れたらいいなっていうのが正直なところですね。子供の頃から私はゲームが大好きだったんですけど、最初はですね、ソフトウェアエンジニアというかシステムエンジニア的なものを目指していたんですね。プロになろうと考えたのが高校で、情報技術系の学校に通ってたんですけど、周りの友達も結構ゲーム好きな友達が多かったので、そこでどっぷりゲームにはまりまして、ゲームを作るということを仕事にしようって決心したのがその高校生の時ですね。であと仕事をし始めたのが、サイレンなんですね。当時SCE っていう会社だったんですけど、その会社には属していなくて、自分の企画をどっかに持っていった流れで、その SCE のプロデューサーのところに行きまして、たまたまうちでも似たようなことやってるからちょっと遊びおいでよみたいな感じで富山と会ったのが初めての感じですね。でそこで意気投合してその富山のプロジェクトサイレンに参加したっていう感じですね。そこからはもう20数年間ずっとサイレン2、サイレン NT、グラビティデイズでグラビティデイズ2、そして薬師までずっと一緒に仕事をしてきた感じです。佐藤と3人で組んで会社を起こさないかと、新しいチャレンジをしないかというふうに声をかけてもらったんですけど、割とあんま悩まなかったというか、なんで悩まなかったかよく分かんないですけど、面白そうだなっていうことで割とすぐにやりましょうって答えたと思いますね。聞いた時に薬師のコンセプトはサイレンの再解釈というか、今作るとしたらこういう形かなっていう、なるほどこの通りだなと。それに加えてグラビティデイズでの経験も乗っけて、ボーカらしく本当にうちらしいけど懐かしいっていうのができそうだという確信はありました。オープンワールドではないんですね。ミッション形式でシナリオを進めつつ、各所で気象隊を仲間にしたり、自分自身をパワーアップさせたりして進めていくっていう構成になっています。街に潜んでいる薬師を倒すというのが、このゲームの目的なんですね。で薬師はただ潜んでいるわけではなくて、人間に擬態していろんなところにいるんですよ。狂気自身はその薬師のほんの気配というか匂いを感じる能力はあるんですけど、それだけだと見つけ出すことはできないので、その町の人に話を聞いたりとか、事前の情報を頼りに追い詰めていくようなアドベンチャー的な展開がまずあります。薬師の居場所を暴いて、その正体を暴いたらそこからバトルになります。その場で戦闘が始まるケースもあるんですけど、中には逃げ出してしまう薬師もいるので、それを追いかけていくという展開もありますね。気象隊は様々なスキルを持っています。すごく攻撃的なものもあるんですが、脅威と組み合わせることで光るスキルであったりとか、一般人を強化するスキルであったりとか、気象体の性格というか色に合ったスキルがたくさん用意されています。それらが活躍するような様々なシチュエーションも用意されています。なのでこういう状況ではこういうことをすればきっとうまくいくっていうのを考えやすいようになっているんで、いろいろ試していただけたらいいなと思います。薬師ではやっぱり何といっても憑依という他にはない要素が入っています。憑依は単なるスキルとかそういうレベルではなくて、プレイヤーの考え方一つで
本当にいろんな使い方があります。どんなピンチの時でも憑依をこのように使えば切り抜けられるとか、このキャラクターのこのスキルと憑依を組み合わせることでこんなことができるんじゃないかっていうような、余地がたくさんあります。なのであれこれ試してみてほしいんですね。いろんなキャラクターを使ってみたりとか、いろんなシチュエーションで変わったタイミングで憑依してみるとか、そういうのをやっていただきたいなと思います。大きいのはやはりユーザーテストを繰り返したということですね。最初は憑依の手触りとかバトルアクションの手触りとか、そういうところをユーザーテストで見ていたんですが、だんだんいろんな要素ができてきたらちゃんと総合的にちゃんと1ミッションを作って、プレイしていただくっていうユーザーテストもやっていました。最初は皆さん憑依しないで1体の体でずっと戦うっていう感じになっちゃってたんですね。で後ろから見ていてこれはまずいなということで、憑依しなければならない、憑依したくなるっていうきっかけをたくさん用意しようというふうに感じまして、でチュートリアルでももうどんどん体捨てていいからねっていうのを刷り込んでいったりとか、1体ではもう立ち行かないバランスにしたりとか、そういったことをたくさん積み重ねることで憑依をしようっていう頭に切り替えてもらえるような工夫はしました。ホラーってなんだろうみたいなのはちょっと悩ましいところは私個人としては思ってるんですけど、一般的なホラーゲームが持っているホラー感と薬師のようなアクションバトルものとはあんまり相性が良くないなというのが私個人の考えなんですが、ゲームを通して、ずっとバトルをしているわけではないわけで、静と動というか激しいところと静かなところと波があると思うんですね。その波の静かなところでちょっとこの皆さんがよく知っているホラーゲームの中の雰囲気っていうのを少し散りばめることでそのテイストは出せると思うんですよ。雰囲気で怖がらせるとはちょっと違うんですが、そのホラーテイストを、持っているというか置いているというか、そういうことは知っていますね。会社を立ち上げて1本目ということもあって、もう何もかも、開発自体は何度もやったことがあるので苦労はあるんですが、一番やっぱり苦労したのがその開発以外の部分ですね。その会社の運営と言ってしまえばそうなんですが、環境の構築であるとか、テレワークでみんなでやんなきゃいけないというところとか、そういうやったことのないことを引きずって開発をするというのが苦労しましたね。純粋にゲームディレクターとしてのこだわりとしては、なんかどっかで見たことあるなっていうものだけの組み合わせでは決してゲームは作らないぞっていうところで、ウォーカーらしいうちじゃないとやらないようなことを必ずそこかしこに仕込んでいくように、そういうのをこだわって気をつけているところです。ボーカの大部分が元 SIE だったり、我々3人と一緒に仕事をしてきた人たちで構成されているんですね。当時の彼らと今を比べてみると、ボーカに入った後は大きな会社ではないので、やれることをやれる人がやるっていうのをボーカでは求めていたんです。ちゃんと横でつながってチームワークを組んで、勝手にやっていけるようになったりとか、あとはどんどんこっちにですね意見をするようになってきてくれたりとか、そういうのがあって、今のボーカの規模感の形の理想的な形にちょっと近づいてきたなっていうふうに感じます。大手から独立して、ボーカという会社を作って、全て自分たちの思うようにはできるんですけど、全ての責任は自分たちにかかるっていうところで、今後長く続けていくためには薬師を成功させなければならないし、その次も成功させなければならないっていうのは大きなプレッシャーでもあったりするので、そういうのがこの辺にモヤモヤとしていて、とても緊張しているというのが正直なところです。